こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回は ATS34 という有名なステンレス鋼材を使って反りのあるタコ引きを作りたいと思います。この形状は見たことがないので自分で作ってみることにしました。このために新しく図面を作りました。反り具合と刃のラインを何度も調整したので時間がかかりました。最初に鋼材に包丁の形を写し取ります。余分な部分をざっくり切り取ったので60番のベルトで外周を整えます。外周が整いました。焼き入れ前に塗料を落とします。塗料がついたままだとコードが上がりにくくなる原因になる場合があります。厚みがありすぎるので厚みも少し減らしておきます。焼き入れの時に吊るす用の穴を開けます。これから焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。 HRC は 61.5 でした。 ATS34 で HRC62 じゃないのは珍しいですね。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なのでここでバッチリ作っておきます。裏すきがきれいに作れていないと砥石で裏押しをした時に当たらない部分ができてしまったりラインがガタガタになっちゃったりします。裏面ができました。60番のベルトでヒラと切れ刃を作っていきます。ヒラと切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。 ATS34 は比較的傷が消しやすいです。
240番で120番の傷を消します。厚みは 5mm ありましたが、元厚 3mm まで減らしました。薄くすると歪みが出るので、ちょくちょくタガネを使ってまっすぐに調整しています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。いなくなっている時は包丁を冷やしています。コードが下がらないようにこまめに冷やしています。600番で400番の傷を消します。前に普通のタコ引きを作った時から反りのあるタコ引きを作りたいと思っていたので、ようやく動画で作ることができました。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の研ぎが終わりました。表面はこんな感じです。裏面はこんな感じです。しのぎはこんな感じです。この角度で見ると反りがあるのがよく見えますね。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を使って磨いていきます。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。柄を作っていきます。上部に黒い樹脂、
金属を1枚。主体となる部分に白い樹脂を使います。フライス板で黒い樹脂の平面をざっくり出します。黒い樹脂に穴を開けます。金属をカットします。白い樹脂をカットします。白い樹脂のサイズをフライス板で整えます。白い樹脂に穴を開けます。材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。白い樹脂は傷が見えにくいのでちょっとやりづらいですね。
400番で220番の傷を消していきます。ここから磨きの作業になります。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。 ATS34 は比較的研ぎやすいです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。8000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。最後に12000番の砥石で仕上げます。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。今回は反りのあるタコ引きを作ってみました。先っぽが折れた刀みたいですね。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けはしません。絵付けをすると隙間はなくなります。裏押しはすごく細いので動画ではほとんど映らないですね。胸と顎も鏡面仕上げです。
柄は白い樹脂を主体に作りました。上部の口輪の部分は黒い樹脂を使って金属を1本入れました。試し切りしていきます。柄は汚れると嫌なのでつけずに試し切りをします。先端の角の位置が一般的な和包丁と違うので、腕の角度を上げなくても先端がまな板に当たって切り切ることができるので便利ですが、慣れないとちょっと使いにくいですね。今回は作ったことがない和包丁、気になったので作ってみました。作って使ってみると色々わかることがありますね。最後まで見てくれてありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。インスタグラムとツイッターでオークションに出品予定なども投稿しているので、よかったらフォローしてくれると嬉しいです。